この車をですね、次なる動画を今考えようということで。どうする？だってこれで富士走っちゃったじゃん。はい、だから次やるとしたらまた富士スピードで走らせるけど、DIY で DIY。空力パーツをつけてタイムがどう変わるか。まあ、やるとしたらあれじゃない？カナードつけるとか。ね、分かりやすいようにここにでっけえ GT ウィングつけるとかね。バーンって。実際にじゃあ、Amazon で GT ウこれ Amazon ィング調べると、あ、1万円だよ。1万円だ。めちゃめちゃいいじゃないですか。なんか空力効きそうだし。カナード1000円とか800円とかあるよ。うわー、できました。仮付けして、穴1決めたんで、穴開けてきます。なんとなくこの位置かなっていうところで止めたんで、いきます。リバースしてエンジン起動しないとか。やめて、もう嫌だよこれ。皆さんこんにちは、平手浩平です。やすさん、はい、このフィット、はい、もう間もなく10万回再生。いや、なんでいや、なんでって言ったらごめん、失礼、フィット乗ってる人に失礼なんだけど、フィット楽しいよ、車的にはね、楽しいんだけど、なんで10万回も回ったかは僕は謎です。なんかコメントでもやっぱりこうね、大衆車っていうか、皆さんが乗ってる車がこうやってサーキットで走っているのが嬉しいだったりとか、あとホンダユーザーさんの方結構多かったかもしれないですね。純粋に俺楽しかったからね、 DCT ね。普通だったら CVT じゃないですか、こういうハイブリッド車って。そうですね。なのでちゃんとシフトアップしてる感があって、いやマジで楽しかったんですよ。でしかも、あの動画の後からこの車エンジンの調子が良くなるっていう。嘘。あ、僕がじゃあガンガン回したからちょっと学習したのかな。何、エンジンのつきがいいの？つきがいいです。加速良くなってます。マジか。視聴者の皆さんでちょっと僕のエンジン調子悪いなっていう人は俺が乗ってあげたら良くなるのかな。かもしれない。本当にいいの？本当に調子いいの？良くなってますよ。嬉しい。初動の感じ、低速のあれがトルク上がったみたいな感じ。良くなって。そんなことあったんだね。ありました。この車をですね、次なる動画を今考えようっていうところで。どうする？だってこれで富士走っちゃったじゃん。はい。だから次やるとしたらまた富士スピードで走らせるけど、さらなる動画の面白さをつけるために DIY でいろいろと空力パーツをつけてやってみますか。どう変わるかみたいなね。タイムがどう変わるか。ちなみに前回測ってないよね、タイムね。測ってる？いや、測ってます。2分36とか言ってた。2分36か。そんなもんだったね。そうです。まあノーマルがそのタイムってわけじゃないですか。まあノーマルこのままね。次はじゃあ DIY で DIY でじゃあ何？エアロかなんかつけてちょっと空力よくしたら速くなるかどうかみたいなのやってみるってこと？やってみましょう。やるか。まあ何をやるかですね。あとつけるのでいうと、やるとしたらこうあれじゃない？もうカナードつけるとか。あんま突起物だとほらいろいろ車検とかうるさいだろうからちょっと難しいかもしれないけど、アンダーフロアつけるとか、タイヤホイール分かりやすいようにここにでっけえ GT ウィングつけるとかね。バーンって。そしたらどんだけ空力的になるのかみたいなね。なんか若い頃ってとりあえず GT ウィングつけたらなんか速くなるかもみたいなのあるじゃん。ありますね。はい。それもありかもね。単純に GT ウィングなんかつけたらストレートスピード落ちそうだけどね。パワーがそんなにないから。まあでも一つの検証っていう意味でやってみたいかな。乗り味も変わるだろうから、そういうのって動画見てる人多分気になると思うんですよね。まあ確かに GT ウィングつけたら速くなるんじゃないか。僕も学生の頃思ってて。ヤフーとか Amazon とかで安いの売ってんじゃん。なんかああいうので一回ちょっとダーンとつけてみて、果たしてどう変わるかみたいなね。めっちゃ気になる。じゃあカナードとリアウィングぐらいでちょっとじゃあ一回ちょっとネットで見てみる。どんなのあるかね。実際にじゃあ Amazon で GT ウィング調べると、まあ今こんな感じで出てくるよね。2万4000円。ちょっと高えな。高えなとか言って、相場からしたらすごい安い。いや安いけどね。1万円。あ、1万円だよ。1万円だ。カーボンファイバー GT ウィング。なんか GT ウィングっぽくいいじゃん、これだったら。本当だ。これどう？めちゃめちゃいいじゃないですか。なんか空力効きそうだし。こんだけ立ってたらね、効きそう、効きすぎちゃいそうだよね。7500円とかあるよ。なんかもっとチープな、ほらどう？ちょっとハートつけとくか。7500円。一旦じゃあこれ候補にしようか。あと何でしたっけ？カナードか。カナード。出てくる。2000円であるじゃないですか。お、これはいいね。なんかいっぱいあるよ。1000円とか800円とかあるよ。これで GT カーじゃないですか。もしこれにしよう。いいね。フロント800円だよ。カナード。これとこれさっきのウィングとやってみます？セットで。GT ウィングとどう変わるか。はい、ということで、早速、注文したねパーツが届いたんで、取り付けていきたいなと思います。まずはねこのウィング。届きましたよこれ。来ましたね。来ましたよ。1万円ぐらいのウィングでしたっけ？ 1万円ちょうどぐらいです。1万円ちょうどぐらいのウィング
開封の儀格安ウィングね。頼んでね、わずか2日で到着したんだよね。早いっすね。早かったどこよりも早かった早くて安くて果たしてどんなもんかみたいなね。もう思いっきり中国語でなんか説明とか書いてありますけどねこんなの開けても日本語ですら書いてないからね、わかんないですよこれ。いやでも真実ですよ、ないの結構多いじゃないですか。ああそうかないの多いからまだ親切イラストでまだ分かるようにはなって。確かにまあ絵だけあればね、なんとか分かるよって感じだけど。カナードを注文したっていう。あ、そうカナードをね注文したんですよあ、これか、これでいいのかな。はい、カナードね、ゴム製なのかな。樹脂でできてね、ほら結構曲がるんですよ、ぐにゃぐにゃ。あ、本当だ。あ、じゃあどんなバンパーでもどんなバンパーでもなんかつくっぽいですね。これはいくらだったんですか。これ880円超格安880円に見えない。ほらちゃんとカーボンっぽくなってるからね。あ、本当だ。はい、だから外から見たらなんかカーボンっぽいからドライでできてるのかなみたいな。はいはいただ880円アマゾンです。レーシング業界も驚く。いやびっくりですよ。これでも効果あったらこれいいよ、880円菊池くんちゃんと自動車整備士免許ちゃんとあります。トヨタ自動車大学校整備士免許ありますと。ハイブリッドのあれも持ってます。すごいじゃん。素晴らしい。そういう菊池くんが一緒に作業やってるんでね、素人2人でやってるわけじゃありませんよ。はい、プロが見てます。一応ちゃんとしたプロレーシングドライバーでちょっとだけ知識のある平手とちゃんとしたね整備士の菊池くんと2人でやってますからね。2人でやってんだけど、なかなかこの中華製のウィングの立て付け難しい。ああ、これあるあるっすよね。ある安いのあるある。さすが安いだけあって試行錯誤しながら。できました。腰って長いことやったこれ。でもほらなんとなく形にはなったけど、一応もうなんかそれっぽいところにマスキングしてますけど、全然違うよキックン全然違うよほら。あと5センチぐらい足りないね。あ、本当だ。キックンいいですかこれ車。いいですよ。軽いなおい。いいのか本当に。穴開けるよ。はい。いいですか。仮付けして穴1決めたんで、いよいよこいつに穴開けてきます。いいですか。いいですよ。自分の車じゃないけどやっぱりちょっとね、いいですか。もう傷ついちゃっていい。開きましたね。ああ、来た来ました。はい、お疲れ様です。いや次いよいよこれウィング乗っけるからね。乗っけますね。じゃあ GT ウィング今ちょっと仮付けまで終わって、あとはこうボルトがねちょっとやっぱ強度が足りないところとかいっぱいあったんで、そこをちょっとボルト交換してちゃんとつけていこうかなと思ってます。カナードフロント周りのエアロプラスアルファするのと、あとちょっと気になったんで、これ A モンさんから出てる静音のパーツですかね、風切り音をちょっと減らすような効果がある静音のパーツがあったんで、ここも1000円ぐらいで買ってみたんで、ちょっとこれも貼っつけてみようかなと思います。なるべく空力を良くするっていう作戦。もうできるだけコスパよく空力よくねフィットしていきたいなと思うんでね、ちょっと今回は空力にこだわったセットアップをちょっとやっていきたいと思いますけどもこれ貼る位置適当でいいのかな。なんか一応説明書に書いてあるんですけどね。そこ貼れば大丈夫なんで。なるほど。そこじゃあ一回つけてきます。A モンさんの方から。わかりました。じゃあ A モンさんの方からやっていきましょうか。ピラー用って書いてあるですね。ピラーとあとドアミラー A、B ってあるんですけど、ドアミラーがこれか。ドアミラーがこの丸いやつ。よし、じゃあいきますよこれ。はい。このお灸を添えるみたいな感じでお灸みたいな形してますけど、でこの外側にね、僕のセンスで貼ってみますね。キューッと。お、なんかピョって出てる。ピョって出てますね。すごいな、これでいいのかっていうぐらいですけどね。これで空気が変わると。はい、じゃあこれ貼りましたと。で、じゃあ他量産していく感じかな。じゃあ僕は真ん中からいきます。真ん中一回決めて、あと上下大体でいきますね。おお、すごい。フィン形状で。いやかっこいいねこれ。しかも簡単につけられるこう両面で。じゃあ今清流のねあれ A モンさんのパーツつけましたと。早速カナードこれフロントいこうかなと思うんだけど、3つつけられるんだけど何枚つける？2枚ぐらい？2枚ぐらいだよね。これすごいですよ。3枚入って800円ぐらいでしょ。そうですね、3枚ずつだから両方で6枚。安っ。こういう感じ？そうこういう感じ。おお、そう GT カーですね。かっこいいね。あんだけ今回リアウィングでかいのつくから、結構やっぱフロントはそれなりにダウンフォース欲しいですよ。
なんだったら大きいの2枚つけてもいいかなぐらいのね。ああ、いいじゃないですか。かっこいい。こういうのかっこよくない？はい。ちょっともう一回ちょっとアップしてみます。こういう感じでついたらどうかな。ああ、いいですね、いいですね。ね。車検はこれ対応かな？これ車検対応だと思いますよ。車検いけますね。車幅からはみ出てない。出てない。はい。じゃあいける。で R 形状が丸っぽくなってて、でゴムビス止めするんで、はい、大丈夫ですね。いける。これは検査員によって考え方は違いますので。あ、そうですか。車検あるあるの。車検あるあるの。これダメだよって言っちゃう人もいれば。はい。この人のさじ加減です、ね。さじ加減か。なるほどね。仮付けしてマスキングで一応止めて角度も合わせてなんとなくこの位置かなっていうところで止めたんで、はい、いきます。はい。どうぞ。いいですか。あんまり奥に行かず。その奥にハーネスいるかもしれないが。ゆっくりね。はい。金戸開いたかなって確認して。金戸開きましたね。多分いったっぽいな。あ、じゃあもう一回ちょっとリバースして。これ面白いですよね。エンジン起動しないとか。やめて。ちょっと待って。もう嫌だよこれ。システムエラー。システムエラーとか本当。これでこの辺でいいかな、キックン。果たして効果はあるのか。まあ見た目の効果はかっこいいよね。こう見た感じね。なんかいいと思う。速そうだよね。はい。お、いいじゃないですか。一番でかいのつきましたよ、金戸。いいじゃないですか。耐久性とか。あ、でもまあ風どうだろうね。まあ乗ったら多少はこう歪むけど、結構しっかり止まってますよ。これじゃあこれを量産していくって感じでね、右と左やってつけていきます。無事ウィングつきましてですね、富士スピードウェイのにやってきました。フロントの金戸880円ですよ。このエーモンさんのこの清流のねフィン、そして今回のメインのねダーン GT ウィニング見てください、この付け方ね。ボルトで穴開けちゃって、はい、なんとエアクリも今回ちょっと変えてます。これ HKS のこのスーパーエアフィルター、これで果たしてどれぐらいねその効果があるかを今から走ってチェックしていこうかなと思います。